こんにちは、赤星インコチャンネル、ゆめです。久しぶりのラジオゆめです。初めてこの動画を見られた方は、どんな番組なんだろうと思われてるかもしれませんが、ご説明すると、いつもは毎週土曜日に、赤星インコの物語にした動画を配信しています。たまにこうして私の思っていることをお話ししたり、情報系をお送りするラジオゆめを発信しています。気軽に聞いていただければ嬉しいです。それでは本題に入っていきますが、その前に、トルコで大地震が発生して多くの被災者が出ました。私の動画をトルコの方にも多く見ていただいていて、とても親近感がある国の一つです。私には動画をお送りして少しでも楽しんでいただく支援しかできませんが、皆さんのご無事と一日も早い復興をお祈りしています。それでは今回のテーマですが、2つあります。1つ目は2月4日にお送りしたピヨとピカの最後の物語の件と、2つ目が我が家の同性愛事情です。それではピヨとピカの最後の物語の説明不足があったところのお話をさせてください。まず7月29日にピヨが虹の橋を渡ったことをコミュニティにてご報告をさせていただきました。で、最後の物語を配信するまで半年以上かかってしまいました。ピヨとピカの動画を多く配信していて、視聴者様に応援していただいたり心配していただき、少しでも早くご報告の動画を作らないといけないと思ってはいましたが、動画を作る際に今までの動画や小さい頃からの映像を見ていると涙が止まらなくなり、動画を作ることができませんでした。感情が収まり落ち着いて動画を作るのに時間がかかってしまいました。ごめんなさい。またコメントにて、どうして病院に連れて行かなかったのといただきました。4月9日に配信した光り輝く未来の中で2度病院に行ったことを軽く触れたのですが、今回の最後の物語では病院に行ったことを省略しました。これはできるだけピヨとピカの関係を中心に物語を作りたかったため、病院の件をはじめパパやマルコ、妹のランのことなどをあまり触れませんでした。なので初めて私の動画を見た方は不審に思われたかもしれません。説明不足になり申し訳ございませんでした。私の動画はうちの子を観察し、私の思った妄想の中で作った物語をお送りしている番組になります。不備な点が出てくるかもしれませんが、ご理解いただけると嬉しいです。それではピカの病気のことをお話しさせていただきます。最初にピカが体調が悪くなった時に病院に行きました。その時検査をしていただきましたが、検査結果は異常なし。気温の変化や寒気、発情期の終わりなどで体調を崩したのでしょうとの診断結果でした。ビタミン剤を処方していただき、様子を見ていました。2度目に体調を崩した時、再度病院に行きました。その時の検査結果はわずかに AGY メガバクテリア症が見られるとのことでした。ただ AGY 特有の嘔吐は見られず、口元の匂いを嗅いでも酸っぱい匂いはしませんでした。抗真菌剤を処方していただき、自宅にて治療をしました。この後ピカの体重が減っていったので、慢性型の AGY に間違いないと思われます。ずっとそばにいたピヨは AGY が感染し、急性型かもしれませんが突然亡くなりました。以上がピヨとピカの処置になります。赤星インコの多くが発病する病気なので、飼い主様の参考になれば幸いです。また疑問やおかしいと思った点がありましたらコメントいただけると嬉しいですし、ラジオ夢でお話しさせていただきたいと思います。それでは2つ目のうちの子たちの同性愛事情です。我が家ではたくさんのカップルがいます。同い年の子から年の差カップルまで、そして男の子同士のカップルがいます。この子たちは羽の色が同じですが兄弟ではありません。
ずっと一緒にいる仲良しカップルなのです。違うカップルなのですが、交尾をする男の子同士もいました。ということで、そもそも性別って何？と思い調べてみました。生物学的に卵や子供を産むことができるのがメス、それ以外がオスだそうです。また染色体の XX、XY の配列で性別が決まります。生物学的にはそうかもしれませんが、本当にオス、メス2種類に分けられるのかと思いながら調べていくうちに、ある方が情報を発信してくれていました。それは自分の性を決める3つの要素です。1つ目が自分の望む体の性別。これは性器がついている方がいい、胸が大きい方がいいということです。2つ目が自分が望む社会的な性別。これは周りからどう見られたいかです。例えば男らしくや女らしく、または中性的に見られたいということです。3つ目が恋愛対象。これは男が好きか女が好きかということです。例に挙げると、男性で体は男のまま周りからは男らしく見られたいけど、恋愛対象は男を愛してる。また男性で大きな胸が欲しい女性に見られたいけど女を愛してる。女性で体も見た目も女性のままだけど男女ともに愛することができるなど、考えていくと数えきれないほどの性別があります。生物学的に男、女を2つに分ける必要があるのかもしれませんが、社会的な性別はそれぞれの個性でいろいろあっていいと思います。私はこの子たちを見て気持ち悪いとか思いません。この子たちがいるから家族社会が変わるとも思いません。私が一番に思っているのが、大切なパートナーと一緒に仲良く幸せに生涯を過ごしていくこと。そこに人間も鳥も性別も関係ありません。私はそのことをこの子たちに教えてもらいました。以上で私の思っていることでした。ご意見ご感想がございましたらコメントいただけると嬉しいです。初めてラジオ夢をご覧になった方は、セキセイインコと関係ない話をしてると思われたかもしれませんが、たまにセキセイインコの情報もお送りしていますので、次回のラジオ夢もぜひご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。夢でした。